どうもこっちです。ストーンオーシャンのアニメの最終話見たんですけども、最高だったね。自分はね、普段アイズ・オブ・ヘブンの配信とかでもよく言ってるんだけど、6部が一番好きで、自分が最初にジョジョに触れたのがジョジョ1部のアニメからだったから、10年越しに見れてもう満足だね。まあ、プッチの目指したいものとか、原作だと細かいとこまで読んでないとちょっと理解がね、追いつかないところっていうのがすごく分かりやすくなってて、まあ言っちゃえばさ、6部って見方を変えたらさ、主人公補正がプッチにあったらみたいな見方もできるわけよ。最初から運命で決まってるものがあったらっていうね、ところでさ。で、こっからちょっとね、まあ、やや重めのネタバレ入るので、一旦ここでね、未見の人はブラウザバックしてほしいんだけど、エンポリオのね、増えてたセリフで、みんな未来なんか知らなくても覚悟があったんだってセリフが増えてて、すごくね、物語の主題ってものが分かりやすかったなという風に思います。アニメ化に際してすごくね、いい追加だなって思ったセリフいっぱいあるんだけど、未来なんか知らなくてもってところはすごくね、いいなって思ったね。まあ、6部っていうかね、ジョジョ全般のね、結果だけ追い求めるとかじゃなくてさ、結果がどうなるか分かんないけど、で、未来がもう決まってるかもしれないんだけど、前に進み続けるっていうさ、その主題ってものがすごく分かりやすくて、もうジョジョ6部で一旦ジョジョは終わっちゃうわけだからさ、まあそれの集大成なんだなっていうものが伝わって、原作の時点でも大好きなんだけど、すごくね、いいアニメの追加だなっていう風に思ったね。あとね、アニメですごくいいなと思ったのはね、最後にさ、缶の時にさ、みんなの顔が出るじゃん、空に。あそこでフーファイターズの顔が追加されてんのも結構ね、粋な演出だなって思ったね。で、たまに見るんだけど、荒木先生がフーファイターズを入れさせれてたっていうのは絶対ないから、原作だと個人的には、まあ、フーファイターズはあくまでプッチから生まれたものということで、まあ、プッチがいなかったら生まれてなかったものなわけじゃん。っていうことも表現したかったんじゃないかなとは思うんだけど、それかまあ最終決戦にね、挑んだキャラクターということでね、最後にフーファイターズを除いた全員を入れたのかもなんだけど、トーシャン1クール目2クール目からフーファイターズのね、出番が割と増えてて、特に第2クールのジェールハウスロック戦で、エルメスが治療室で、フーファイターズにね、溝を手向けるところがあったりとか、まあ、第3クールのね、ところどころにフーファイターズのことをまあ、その意識したセリフっていうのもあったりとかで、まあ、原作の時点でね、あったセリフもあるんだけどさ、細かいセリフはもちろんね、尺の都合でカットされてたんだけど、フーファイターズに関するセリフっていうのはね、全部、多分残ってたんじゃないかな。このアニメは、フーファイターズが、仲間ってところをね、強調したすごくね、いいアニメ化だったなっていう風に思います。で、一巡後のね、うんぬんの下りっていうのも、同じ運命をたどるってことで、自分の解釈っていうのは、良太郎とジョリーンの物語っていうのは、結果的にはなくなっちゃったんだけど、他の出来事はね、もう残ってると思ってたから、スタッフロールね、もう見た方ならわかるかもしんないんだけど、最後のスタッフロールさ、2部、まあ、3部、4部、5部とね、シルエットでね、キャラクターが出てきて、こんな物語あったよね、みたいなね、回想みたいなね、スタッフロールになるんだけど、6部だけね、最後にエンポリオがバスに乗るところっていう場面が映るんだけどさ、1部から5部までの出来事はあの世界でも起こりましたよ。でも、6部はジョリーンじゃなくてアイリーンがいるんだよって終わり方になったよっていうことを表す意味もあったのかなっていう風に思って、最後のエンディングっていうのはいろいろ込み上げるものがあったね。すごくね、なんか煩雑な思いが込み上げちゃうから、もうすごい単純な言葉で言っちゃうけど、一言で言うならエモい。1部から5部の物語でそのままで、まあ、丈太郎はまあ、なんか多分他の人が多分入ったみたいなさ、とこなんだろうけど、で、6部は物語がまるっきり変わっちゃうみたいな終わり方なのかなって思ってんだけど、まあ、どうかわかんないですね。皆さんの意見ぜひね、コメントで聞かせてください。あと、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。絶対お願いします。よろしくお願いします。6部いいな。改めてな。6部最高だな。6部って結構ね、内容が複雑だったりとか、丈太郎がやられるからってとこでね、賛否両論でもあるんだけど、自分はすごく好きで、主人公補正ってあるじゃん。やっぱその徐々にさ、歴代あったさ、主人公補正がなくなっても挑み続けるキャラクターみたいなところを感じるとこがあって、6部はね、結構メタ的な要素をすごく感じたんだよね。原作のエンポリオの正義の道を歩むことが運命なんだ、みたいなセリフがあるんだけど、最後にさ、荒木先生が言いたかったことをエンポリオに言わせたのかなって感じるとことかもあったりとかで、もう漫画って運命で決まってるわけじゃん。主人公たちがどうなるかっていうさ、作者がどうしたいかっていうのは全部決まってるわけじゃん。だからこそ運命が決まってるんだけど、運命に立ち向かうキャラクターっていうのはどう描くのかみたいなところもあるんじゃないかなって思ったりとか、あと最後のエンポリオのさ、僕の名前はエンポリオですって言って泣くわけじゃん。あれっていうのも6部の物語っていうのは消えたんだよ。
実際に。結果的にはね。消えたんだけど、エンポリオと、読んでる自分たちだけはわかるよっていう終わり方。だから、まあちょっと俯瞰した見方で、メタ的に見ないと、6部の物語って結局無駄だったじゃんになっちゃう終わり方なんだよね。でも、読んでる人たちにはさ、ジョータロウとか、ジョリーンとか、もちろん他のね、みんなね、アナスイもエルメイスも、フーファイターズも、ウェザーもね、全員頑張って、死んだんだよっていうところはわかるわけじゃん。エンポリオと読者だけはそれがわかるよっていう、そういうエンディングだと自分は思ってるから、すごくね、メタ的な要素も多い作品だと思ってて、まあ、だからこそ結構自分はね、6部大好きなんだけどさ。で、それがアニメ化に際して、メタ的な視線すぎたところを、いい感じにエンポリオの、まあ、セリフを増やしたりとかで、登場人物の目線っていうのにちょっと近づけた結果が結構このアニメなのかなって思ってて、また違ったね、良さっていうのも生まれててすごく良かったです。で、長々と語っちゃったんだけど、もう本当にね、良かったです。まあもちろんね、なんていうのかな、結構ね、海外とかでも言われてたりとか、あと、まあ実際ね、ツイッターのトレンドとか、まあ見てると、6部があんまりね、話題になってないっていうのは、まあネットフリックスの限定配信ってところもあって、毎週公開じゃなくて、いっぺんにバーンって出しちゃうっていうのは、やっぱり話題性に書いちゃうっていうのは、まあ事実だったのかなっていうのもちょっとは感じます、もちろん。数ヶ月に1回まとめてバンって出されることによって、来週どうなるかなっていう話題作りっていうね、楽しさっていうのも消えちゃったっていうのも言うのも事実だと思うので、まあそういうところはね、まああるんだけど、でも、加点方式で言ったらほんと100点満点、どころかもう100万点ぐらいのアニメ化だったね。だからすごく満足です。本当に良かったね。で、結構自分、ジョジョラジっていうのをさ、公式のチャンネルで聞いてるんだけどさ、ファイルーズ愛さんが本当にね、もちろんね、他の方もね、ジョジョ全然ね、知らなかった関智和さん、プッチの方ってね、ジョジョ全然わかんなかったみたいなんだけど、プッチのキャラクターっていうものをすごくね、あ、こういうキャラだよなっていうのでもう一致してたから、キャストさんのもう熱っていうのもあって、もう、まあえて不満点っていうものを上げなきゃいけないとしたら、本当に数ヶ月に1回バンと出されるその期間で、話題性がちょっと消えちゃったっていうところぐらいです、本当に。あとは本当になんか細けも、6部オタクしか気になんないだろっていうさ、ベルサスのさ、マイアミボールのうんちくのくだり全部カットされたとかね。あの辺とかもまあ気になることはなくもないんだけど、あとまあ、ボヘミアン・ラプソディ戦でね、ミッキーが出せなかったっていうのはね、まあ気になることではあるんだけど、でもそれを除いて、加点方式で言ったらほんと100万点のアニメだったと自分は感じます。だから逆に言えばアニメ見てもっと細かいところ気になったよって人はね、ぜひ原作を読んでみてください。6部は本当にね、僕昔から大好きで本当にいい作品だと今でも思ってるので、もちろんね、分かりづらいところは若干あるんだけど、でも、荒木先生がジョジョの集大成としてね、出した理由っていうのもすごくわかる大好きな作品なので、改めてね、アニメ見て原作気になった方はぜひ原作の方も読んでいただけたら幸いです。本放送、楽しみですね。まあ全部は見るかわかんないけどね、本放送。第1クールは途中まで本放送、深夜で見てたんだけど、あとまあ録画とかでね、見たんだけど、変わってるとこね、ほぼなくて。だから改めて、まあ全話見るかわかんないけど、メイドインヘブン回は絶対見たいね。メイドインヘブン回見ながらさ、配信とかしたいかもな。まあちょっと携帯壊れてて最近レアちゃんとトイくんの動画とかもねちょっと上げられないぐらい壊れてるので、まああれなんだけど、なんか同時視聴とかやってみたいところはあるね。まあそれは置いといて、メイドインヘブンだけではなくもう全部良かったね。てかそうでメイドインヘブン以外も全部良かったんだよ。その戦いもさ、ウェザー VS プッチのとこもすごい良かったしさ、あと過去の回想とかもすごく良かったし、もうね本当に良かったんだよな。全部良かったです。ってことでここで動画終わります。アリーベデルチ、バイバイ。